こんにちは。今回、Twitter で教えてもらった、Qi 充電式のスマホホルダーをご紹介します。気に入ったポイントから先にお伝えすると、コンソールのドリンクホルダーに組み付けられる点、スマホを置くだけで自動でスマホホルダーに固定できる点、そして、ワイヤレス充電の応答性が良い点、以上3点が、特徴的だと感じましたので、それぞれ紹介していきますね。エクストレイル以外の車種でももちろん使えますので、どうぞ最後までご覧ください。Now loading。まず、ドリンクホルダーに組み付けられる点についてですが、従来のスマホホルダーの場合だと、ベンチレーションと呼ばれる、風向調整する部品に挟むか、ダッシュボードに接着剤で貼り付けて、固定する必要がありました。特に接着剤での固定の場合だと、真夏での高温化で、ダッシュボードの劣化が進み、取り外し時に、ダッシュボードの皮が剥げてしまうことがあります。たとえ、皮でないとしても、コーティングされていたりすると、見栄えが悪くなりやすいです。ということから、スマホ置き場として、コンソールにあまりスマホ置けないなと感じていたのですが、紹介していただいたスマホホルダーは、ドリンクホルダーに入れ込んで固定させることができます。こんな商品見たことがなかったので、気がついたら、購入してしまっていましたね。このスマホホルダーの部品構成は、大きく2つに分かれていて、ドリンクホルダーなどの穴に固定する部位と、スマホを固定する部位に分かれています。下部のドリンクホルダーへ固定する部分ですが、このダイヤル部を回すと、3つのサポーターが外側に伸びて出てきます。サポーターの先端には、固定用のゴムがついていて、振動が起きてもカタカタ音が鳴りにくいようになっています。どのくらい伸びるのか気になると思いましたので、実際に測定してみたところ、18ミリほど伸びました。ドリンクホルダーが、丸形状でなく、四角形状だったとしても、固定できるかもしれませんね。商品箱を確認してみましたが、段差があるドリンクホルダーでは使えなそうですね。ついでに、付属部品の紹介もします。スマホを固定するスマホホルダーについてですが、電圧の入出力はこのようになっていました。また、iPhone 12の対応はできているようですが、iPhone 14の充電対応もしているのかは記載がありませんでしたので、今回 iPhone 14で充電できるのか、後ほど検証してみます。箱の中に入っていた部品は、スマホホルダーとアームに加えて、QI 充電用のコードもあります。USB はエクストレイルの充電ポートに差し込んで、C 端子はスマホホルダーにつなげて充電したいところですが、機種によっては、USB 接続では不十分で、別途カーチャージャーが必要になる場合もあるようです。教えてくださった画像からは、USB への挿入が見られなかったので、カーチャージャーが必要なユーザーさんなのだと思います。そして気になるコードの長さは、1.2 メートルほどありました。前席のコンソールに置く前提なら、問題なさそうですね。後席のセンターアームレストのドリンクホルダーに置く場合でも、十分な長さと言えると思います。ドリンクホルダーへの固定具の話に戻りますが、アームの関節が3箇所もあってグラグラしないのか気になる方がいると思いましたので、そちらも確認してみました。まず、手の操作でなんとなくイメージからお伝えしますね。タッチ操作では前後へ力がかかるので、前後から確認します。下部は右手で動かないように固定しています。多少動くものの、個人的には許容範囲かな。気になる人はいるかもしれない。続いて、スクロールを想定して、下から上に向かって力を加えてみます。多少アームが動いてしまっていますが、スマホがホルダーから外れるようなことはなさそうです。最後に念のため、左右回転方向も確認してみます。前後方向に比べると、やや動きやすくなっていますね。プルプルしてます。あまりこのアーム設定は好ましくなさそうですね。横から見るとこんな感じでアームを固定していました。コンソールが低くて高さが必要な車種は仕方がないですが、基本的にはアームは短く固定した方が良さそう。ということで、アームの固定方法を変更してみました。この姿勢で、もう一度スマホ操作をしてみるとどうなるかを検証します。先ほど同様前後方向に力を加えると、動きはするものの、振動の減衰は早いです。これなら問題ないですね。続いて、下から上に向かって力を加えます。ほとんどアームが動いていないことがわかります。最後に肝心の左右方向も確認します。先ほどのアーム固定方法に比べ、許容できる程度まで、動きを抑制できていますね。続いては、走行中に振動によって、
カタカタ音が鳴らないかも確認してみます。よく耳を澄ませると、カタカタ音が聞こえるけど、そこまで気になる大きさの音ではないです。念のため、音の出元を確認してみたところ、アームとスマホホルダーが接触していました。横から見てみましょう。この辺りですね。スマホホルダーとアームは、少し隙間を作った方が良いかもしれません。また、今回スマホケースをしていないですが、スマホホルダーとスマホの間に隙間があると、そこからも少し音が聞こえますね。スマホケースをして、クッション代わりにした方が良さそうですね。Now loading。続いて、自動でスマホを組み付けられる点について紹介します。スマホを置くと、左右のアームが自動で閉まります。固定力も問題なく、スマホだけを持ち上げても、簡単にはホルダーから外れないです。また、手持ちのスマホホルダー2つで試してみましたが、スマホケースの大きさによらず、程よい力で固定してくれます。アーム側にもゴムがついているので、スマホとぴったりくっついてくれます。ちなみにスマホを検知して自動で固定するために、コイルセンサーを用いているようでした。さすがに、ワイヤレス充電ができないような置き方をすると、ご覧の通り、アームが閉じませんが、この原因として考えられるのは、スマホを下側で支えているサポーターの位置が、低すぎることが考えられます。何度もスマホを置くと少しずつ動いてしまうこともあるので、充電されにくいと感じたら、調整してみてください。スマホホルダーの両側にボタンもついていて、ボタンを押すと自動でスマホホルダーを開閉させることができます。電動って高級感あって個人的には評価高いです。多少モーターの動作音が聞こえますが、あまり気にならなかったです。念のため、周波数解析すると、14,000Hz でピークが見られました。過聴域で音は発生しているものの、音の大きさは大きくないので、不快に感じるレベルではなかったです。また、嬉しいことに、ご検知などでアームが自動で閉まらなくなっても、手動でアームを閉じれるようになっていました。モーターが噛んでいるので、ゆっくり力を加えるようにした方がいいですね。そして最後に、ワイヤレス充電の応答の速さについてです。以前、こちらの動画で、エクストレイルのワイヤレス充電の感度について検証しました。一部の視聴者様から、ワイヤレス充電の応答性は問題ないとコメントをいただきましたが、私は正直納得がいっていませんでした。iPhone を検知して充電し始めるのってこんなに時間かかるものなのかと、不思議に感じていたからです。ということで、前回同様にスマホカバーを用いて、ワイヤレス充電ができるか、また、その応答性に違いはないかを、検証してみました。軽くおさらいですが、以前使っていたスマホカバーは手帳タイプのものになります。シックネスゲージで測定した結果、厚さはおよそ 7.0 ミリでした。ソフト層があるので、通常よりもやや厚めですが、充電できていることが確認できました。エクストレイルの純正ワイヤレス充電と、感度は同程度ありそうです。では、続いて、スマホを置いてから、何秒後に充電が開始されるのかを計測してみます。起きづらいので、カバーを閉じた状態で置きますが、アームが自動で閉じ終わったタイミングで充電が始まっているとします。けど念のため、カバーも外して、充電しているか確認します。充電できていましたね。スマホを置いてから、2.3 秒で充電ができることが分かりました。続いて、エクストレイルのワイヤレス充電の応答時間も確認してみます。同じ iPhone 14とスマホケースを用いて、充電します。充電が開始されましたね。およそ11秒でした。置いてすぐに充電されないので、ちょっとそわそわするかな。ご検知、や、異物混入などでの火災防止など、安全対策なのかもしれませんが、もう少し応答性は改善してほしいですね。もし安全面での懸念だとすると、いずれ電気自動車で、非接触充電のような充電方法も採用されていく可能性が高いので、そんな高電圧下で安全保障するなんて難しすぎないかと思いますが、いずれ改善されることを祈って楽しみにしていたいと思います。ではまた。